IT シミュレーション、コンピューテーショナルフルードダイナミクスを使った血流解析の技術なんですけど、こちらはどういったコンセプトを目指しているんでしょありがとうございます。IT シミュレーションは他のものがソフトウェアで、あるのに対して、これは受託解析になってます。どうしてかっていうと、ソフトウェアにするにはあんまりにもコンピューターに容量とかメモリーだとか CPU の負荷をかけすぎるような技術だからです。で、医学的な側面からお話しします。血流解析っていうのはしばしば画像診断の括りの中で考えられます。画像診断ということは診断なんですよね。でしかしながら血流解析は診断以外の機能を持っています。それがこのシミュレーションです。シミュレーションということは何かを診断するじゃなくて治療を前提にシミュレーションするわけですよ。で、それって診断なのかっていうとそうじゃなくて治療の設計なんです。で、その治療の設計みたいなことがそれが医学ツールに将来、研究ツールにはなりますけど医学ツールになるのかというところは大事なところで、例えばシミュレーション医学で、保険診療に至ったものは肝臓がんのシミュレーションで造影 CT をもとに肝臓がんとその血管の配置からどこからどこまでを切り取るかというシミュレーションが保険診療に至っています。でまた整形外科の骨切りの手術とか形成外科の下顎骨形成なんかは 3D プリンターを作ってそれを細工するというのが保険診療に至っています。これらは3D のコンピューターグラフィックス技術をもとにどういう手術が可能でどこまで削れるかどこまで切れるかということを事前にシミュレーションすることが治療の有効性安全性を高めるという観点からシミュレーションが保険診療に至っていると考えられます。でそうしますと心臓手術っていうのは心臓の血管の配置の大規模な組み換えなんですよね。でこれを設計図面なしでやるというのが本当に全部の手術ができるかと。できる手術もたくさんありますよ。しかしながら非常に解剖の難しい手術などはやっぱり設計図が必要なんじゃないかというふうに思うわけです。でしかしながら血管の中に血が流れるのでグラフィックスで形だけシミュレーションしてもその中がどうなのかということはわからないんです。でそこで流体の方程式をコンピューターで解かなきゃいけないというようなことが出てきます。そのためになかなか保険診療に入りにくい技術開発が難しいというのが IT シミュレーションです。で、開発側の考え方からするとじゃあその流体の方程式を生体らしく正確に迅速に解くということが難しい技術になります。でこのためにコンピューターが大量に CPU を使って稼働しなければなりません。僕の研究室には40個 CPU を積んだタワー PC があって、大体、一つの手術のプランが、一晩で計算ができます。昔 CFD 社でもスパコンを使って、CPU120 個ぐらいでベンチマーク試験をやったことがあると思います。でそれをクライアントのコンピューターでやるのは難しいので、とりあえずクラウドのサービスとしたんですがこの IT シミュレーションのまずサービスの概要をもうちょっとクライアントの皆さんに分かりやすく説明していただけませんか？はい。IT シミュレーションというのはですね、今板谷先生の説明したように非常にコンピューターのリソースを多く使うものですので、なかなかですねその家庭用の PC とかあるいは業務用のものであっても病院に置いてあるような PC ではなかなか解析が難しいというものです。ですので、一旦ですねそのデータ元となる医療画像データっていうのを弊社でお預かりしてここから血管の形を 3D コンピューターグラフィックスで作ります。でこのコンピューターグラフィックスで作った形に対して境界条件っていうんですけどいろいろな流量だとかあるいは圧だとかあとは壁がどのぐらい滑るかみたいなそういった条件をですね入れてやって
でナビエストークス方程式っていう流体の方程式を解いてやることで、その血管の任意の点でですね、圧力と流れの方向と速度っていうのを求めるというのが、この CFD を使った解析です。で、そのままですとベクトルだけ見てもですね、なかなかどういうものなのか解釈がしにくいので、弊社で流体力学の専門家のスタッフがですね、ある程度血流を見やすくした上でレポートに仕立てて、それでお客さんに返すっていう、そういったサービスが弊社で行っている IT シミュレーションのサービスです。ありがとうございます。非常に手の込んだ技術で何段階も難しいプロセスを経ているんだなというのが今の説明で分かります。僕は企業の人ではないので、企業の立場から今後どういうことをより迅速でハイクオリティなシステムにするために開発を進めたいというふうにお考えでしょうか。はい、今だいたいシミュレーションを受けてからですね、お返しするのに数週間あるいは数ヶ月という長い時間がかかっています。というのはですね、いくつかボトルネックがこの作業の中にあって、そのために時間がたくさんかかっているという現状があります。まず効率化したいというところは、画像から形状を作るっていうところですね。この画像っていうのもどうしてもクオリティが一定ではないので、人の手で見てここは血管の内部だ、あるいはここは外部だっていうところを1ピクセルずつですね、目で判断して血管の形を作るっていうような作業をしています。こういうところをですね、全て自動化すればかなりそこのプロセスがですね、短くなるのかなというふうに思います。あとはですね、お客さんによって何を解析したいかっていう目的が違うので、そこもですね、そのクライアントとの打ち合わせで何が目的なのかっていうところをスタッフがですね、一つずつ聞き取って、それであればどういうモデルでどんな解析をすればこの目的が達成できますよっていうようなところを全てオーダーメイドの解析になっているんですね。でそういうところにもやっぱり時間がかかりますし、それはレポートの段階になってもやっぱり同じで、レポートを返して、でそれでお客さんからまたフィードバックをもらってまた返してっていうこのやり取りが何回かありますので、こういうところをですね、もうちょっとシステマティックにやりたいなっていうふうに考えています。例えばですね、印刷業界ってAdobe でAI ファイル作って、それをもう印刷業者に投げたらそのまま出版物が来るぐらい単純になってるじゃないですか。あんな感じでですね、ある程度お客さんの方でもうこういうふうに解析してくださいっていうのがもうちょっと直感的に臨床側の立場から分かりやすい形で用意できるようなシステムを作ってやって、で、全て、こちらでは会社の中では、自動化した処理でシミュレーションを行って、でだいたい1日とか2日ぐらいで返せるようなシステムにしていきたいなっていうふうには考えています。ありがとうございます。僕自身は自分の、手術症例ですね、特に先天性心疾患の再手術とか遠隔期とか成人期ので解剖が、非解剖学的な、通常の解剖じゃない血行再建手術を要するのを、前例シミュレーションやってます。で特にフォンタンの再手術とか肺動脈の形成を伴う手術とか、殺神経ですと冠動脈の再建を伴うやつ、それから大動脈球の再建を伴う、こういったものを事前にシミュレーションして、特に複数の術式がある場合には、どれがいいかとかっていうのを見比べてやるんですが、そのグラフィックスを書くのも自分、計算するのも自分、手術やるのも自分、受け持ちするのも自分なので、一人の頭の中でできていることを、再現性高く事業化するにはどうしたらいいんだろうかと。
いうのは、エンジニアリングの専門家の先生たちとよくディスカッションしなきゃいけないなというふうに思ってますが、こういう特に、希少疾患ですよね、先天性の心疾患とかそういうものに対してはこの技術非常に強い要望があります。できるだけ早く迅速にレポートの返せる医療機器にしたいという気持ちはあります。